こんにちは、ともです。あきよです。いけないです。安全第一。はい、今日はドライブしながらみんなの質問に答えていきたいと思います。イエーイ。じゃあ行きますか。はい。適当に行くよ。はい、じゃあ早速質問に答えていきたいと思います。事前にインスタで皆さんにいただいた質問に答えていきます。はい。1個目何？1個目何にしましょう。コーディネーションで目線はどこを見てどう動かしているのか知りたいです。目線めっちゃ大事。これはでも課題によるけど、まあ俺は手と足があったらどっちの方が難しいのかを先に考えて、難しい方を追うようにしてる。なんか手がポッケとか塞がれてるとかだったら手を見るし、足が薄かったりとかするけど、一部デュアルとか飛び先がいいなら足を気にしても難しい方にフォーカスするみたいな。そうなんか結構どっちもぼんやりじゃない？どっちかしっかり見ることってあんまりないかも。俺は見るな。なんか割と一瞬だけどね、割となんか適当っていうか。あとほとんどの場合は飛ぶ瞬間足を見て、体がもうその方向に動いたらもう次手を見る。わかる。一歩目は絶対足を見て、その後は手見るかも。そうそんな感じかな。あとこれ特殊かもしれないけど、この両手を同じぐらいの距離出すとき飛んでパンパンみたいな、それは真ん中を見る。なんかどっちもこの辺みたいな感じでしょ。そんな感じです。はい、次の質問です。スラブに対する恐怖心はありますか？どのように恐怖心に打ち勝ちますか？私スラブ怖い。それもったいないんだよな。スラブめっちゃ怖い。もったいない。怖いって思った瞬間やっぱ体が動かなくなるから。もったいない。やっぱめっちゃ落ちることだよ絶対。もう落ちまくって大事。でもなんか落ちるの怖くてそこまでいけない。なんか自分からもう降りちゃう。なんか落ちまくってるうちにだんだんなんかこの落ち方は大丈夫とか落ち方が分かってくる。でもなんか滑ってぶつけたりとか、なんかボテに刺さったらどうしようとか思っちゃう。確かにガガガガガガガ。スラブめっちゃ怖いな。いや死にはしないから大丈夫。スラブなんかあきおさん家へ登らせてもらうようになって、ともあくんとかめいちとかと登るようになって結構概念が変わったかな。スラブ本当に怖いし、むずいし何がおもろいねんとか思ってたんだけど、もともとそっからめっちゃ好きになったスラブ。よかった。いや本当になんかビビらず突っ込めじゃないけどさ、なんていうんだろう、捨て身の強さを知った。あとなんか繊細になりすぎないことが大事な気がする。スラブは意外と確かに思い切りの良さみたいな、なんか乗れてるか乗れてないか分かんないから怖いじゃん。それを気にせず行く。なんかコンペは怖くないけど練習とか怖いな。なんか練習の方がやっぱ集中できてないのかな。集中してると怖くなかったりする。どのクライマーを一番尊敬していますか？どのクライマー？クライマーでも俺あきおさんだな。まさかのトモアじゃなくてあきよ。トモアっていうのかと思った。してるけどだから俺本当にインタビュー記事とかすごい読み漁ってて昔にそれも含め前神様って言ってたんだけど、結構読んでたね。なんかインタビュー、あきおさん覚えてるかわかんないですけど、なんだろう、どうしてあきおさんはそんなにインタビュー答えるのがうまいんですかみたいな。クライマーズかな、なんかのあきおさんの答えでインタビューで自分を振り返る場でもあると考えてるので、みたいな話して、もうこの人かっこよすぎるもう無理ってなったっていうのはもうだいぶ。でもそれめっちゃある。インタビューして聞かれて答えると意外と自分がなんか知らないことを答えたりっていうか、答えてる間になんか自分の頭の中が整理できるから、なんかいい場面とかね。インタビューが定期的にあるとなんだろう、メンタルが安定するっていうか自分のことが把握できる。逆になんか自粛中とか全然取材とかがちゃんとできなかった時とか振り返る機会が少なくてなんか難しかった。2人はリスペクトされる側だから知る人とかいる？もともと俺が一番好きだったクライマーはヤンホイヤー。かっこいい。俺が2016年2015年に出始めたんだけど、その前にめちゃくちゃ勝ちまくってて、あとなんだろう、自分に持ってないもの持ってるっていうか、まず身長が高くてもう超パワー特化型でかっこいいよな。男らしい登りが。クライミングのゲームがあったら使いたいよね。わかるもうパワ
みたいな。もうパワーに全振りしてるキャラじゃん。かっこよかったかっこいい。うんしかも叫ぶのとかもめっちゃかっこいい。ムキムキだしな、うん。やっぱりあと優しそう。優しい優しい超優しい。へ私はクライマーだったらオーストリアのうんアンジェラ・アイター選手。知ってる？多分女性で一番世界選手権とか優勝してる超レジェンドで、今は引退してるんだけど、俺もちょっとしかったことない。その選手は現役時代とかはすごいリスペクトしてた。なんかめっちゃそのリスペクトするようになったエピソードがあって、おお気になるわ。一緒になんかワールドカップのリードの決勝に出てた時に、うん私の方が準決勝が、まあ、順位が低かったから先に終わってアンジェラ・アイタン選手の決勝を見てたわけ、うんそしたらなんかその時壁から壁に、まあ、ガッてうん行くような映るムーブがあって、そこで肩を脱臼しちゃうの、アンジェラが。ああ、競技中に。うんでも全然リザルトとかももちろん良くなくて、まあ脱臼しちゃったらね。脱臼しちゃってもう肩を押さえて降りてきて、やばいじゃん、もう怪我しちゃって、しかも優勝候補みたいな選手が脱臼しちゃって、でなんか会場とかもやばくないみたいな、ざわざわってなってる時に、もう本人めっちゃ辛いのに選手の方を向いて逆の手で手振って、大丈夫だよみたいな感じで手振ってるの見て、うわプロってすごいと思っちょてっと鳥肌立ったね。俺もなんかもう寒い暑いのが出てきた。それ見てもう泣きそうになってすげえなもうそれどころじゃないのに、もうファンサービスっていうかあめっちゃかっこいいと思ってみんなのもう一瞬でファンになった。ああ、俺もなりました今。ー俺も15そういうのなんか一緒に出てないとわからないみたいな。近くで見ればまたわかるみたいな。そう登る時の小指って何か意識してますか？この時でこれはねはなかったら登れないね。い。そうなんだ。うんスピードで意識したことないの。あースピードはちょっと違うかも。確かにスピードって小指っていうかもう小指よりどっちかっていうとこっちだもん。手全部一緒だもんね。スコップみたいな。なんかまず指はそのはい、いいですよ。人差し指側を意識するかそのこの小指側を意識するかでもう全然引きのフォームが変わってくるんだけど、おう。まあやっぱりそのこうコンプレッション挟み込む動きとかスローパーとかそのまあほとんどの動きだよね。ガストン以外のほとんどの動きは小指側を意識して引いた方がいいですよ。なんだろう、小指を意識することってあんまりないけど、小指側を意識することはある。そうこっち小指って小指感じじゃ側からこうなくて引くみたいな。こっち側みたいな。この人差し指側を意識すると肩に力が入るから、うんまあ価値を持つ時とかまあ良かったりするんだけど、そうなんか逆全然違かもうんだよ。小指を意識するっていうより背中を意識したいから小指に力が入るみたいな。あ背中の方が筋肉が肩より大きいからあ。やっぱりパワーも出るし持久力も出るから、確かに小指意識してこうやってやると背中に背中に引けるから。そうへはいこんな感じ。どこのジムにもいる2級前後の頭打ちクライマーとはい2段前後の頭1つ出るクライマーは何が違うのか。俺も知りたい。 2段え2段相当強いけど、まあ確かにやっぱり修正力。修正力とは。なんかその自分がその課題をできなかった時に何がダメでできなかったのかとかを意識できてる気がする。分かってたりはあ。分かってるとその2段とかそういう。分かってて、それをやっぱりその例えば2級を登ってできなかった時に、あ自分はこの体の使い方がダメだなとかこの保持の仕方がダメなんだなってなった時にそれを練習することができるから。分かってたらそしたら次2級ができて次1級でっていうのをずっと繰り返していけるから。うん。ただできないものをできないなって捉えるだけかやっぱ考えるかの違いがある気がする。おお。言い過ぎ？いやもういや俺はちょっと言い過ぎかもこれ。今もうまあそこの正確さもあるけどね。いやなんか自分で持ってるその引き出しの多さっていうか、そのバリエーションのなんか多さな気がする。まあそれもある。ムーブのってこと。やっぱ自分のものにできてるムーブを何個持ってるかってことでしょ。はいはいはい、うん技何個持ってるかみたいな。なんかでもそうそうそうどうだろう、2級まあ2級とか1級で出てくるムーブってをなんか2段にするって、もうあとはなんか傾斜を強くしたりとか、まあそフィジカルだねのどんどんその保持とか足とかがどんどんあと悪くなっていくだけだから。あ2級って結構動き何でも出せるもん。 2級って2級ができる人が2段登れるようになるにはもうそれをどんどんあと悪くしていく作業な気がするけど。へえ。まあだからまあ俺が初めに言ったその考えてそこを補強してこうどんどん強くなっていくってことでしょ。何が足りないかをそう把握してそれを埋めていく。鍛えながら。でも2級がめちゃめちゃ完璧にうまく登れたら2段登れると思う。いや視聴者の声。
思わない物によるんじゃない？ものによる。いやどうだろうね。議題だったまとめられなかったわ。難しい議題だったね。才能とか言ったら面白かった。個人的な考えでいいんですが、はいボルダーは何級が登れれば中級者で何級以上が登れれば上級者ですか？むずいな。むずいな。じゃあせーので言う？おふざめさせて。中級でしょ。中級でしょ。まあ中級は俺の中でこれだわ。いくよ。はいせーの。2三級。級。なんて言ったあれ？2、 3級。3、4。あれあれ中級か。まあでも3か。3だな。 2じゃない？ 2は結構もうむずくない？いや2と3って結構幅ある気がする、うん3級以上は中級者な気がしない？あなんでそう思ったのかをなんでですか述べよ。あ。池谷さん何ですか？いやなんか雰囲気。 4級以上でしょ？いや3に変えました僕。 3ですね。はい。 3票からなんかセッター側の意見ね。なんか3から結構やっちゃっていいみたいなさ。なんかあーわかるそれ。その感じ。ちょっと待って待って。俺塞いでるから。いいよ。はい。なんか3級から結構セットでもなんかなんていうのその3級くらいはこれぐらいできるっしょみたいな。そのわかる。3級ってなんかちょっと保持が悪くなりだす、うん。あ5級4級はなんかやっぱりその初心者で運動神経良かったらギリいけたりするかもみたいな感じで。だってクライミング始めた初日で3級登れる人ってまずいないじゃん、でもさ、初日で4級登る人いるじゃん。いる。だからやっぱりり3級と4級のほら壁だよ。でも 2級ってさらに壁ない。3級から。そうかな。上級者は何級以上かもう一回行こうよ。あはい上級者。上級者か。じゃあ上級者ははいせーの。初初段。段。おお。おーそこは一緒なんだ。そうだよ。初段壁だから。やっぱ大きな初段ができたら上級者みたいな感じはスルーロックス。確かに。1級と初段って全然違う気がする。全然違う。なんか1級までだったら強い女性とかでも割といけるけど、初段以上ってなると相当強いね。アスリートの競技者としてやっぱりてか女性でさ初段登れたらもう代表になれるレベ代ルじゃん。表とか、うんな気がする。へえ。強くなりたいと思ってる人に助言を一言お願いします。頑張って。そういうがちょっと待って。え俺何も言ってないんだけど。助言を聞く。頑張れ。頑張れ。助言かこれ。はい。何ミリあればぶら下がれますか？俺これめっちゃ弱い。何ミリ？多分6ミリギリな気がする。じゃあ今度みんなでチャレンジしよう。何ミリぶら下がれるかチャレンジ。避けちゃう。でもハンデもらおう3ミリとか4ミリとかぶら下がったことないな。避け値になっちゃうよ。酒地6ミリ。8はでもできたな。あでか受けたの定義は？受けたの定義何秒確かに3秒3秒。うわ結構やべえ。 1秒。 3秒でにしよはい。う。はい。トライ前の集中力を高めるルーティンはありますか？こ俺はあります。れ人によって違いそう。まず空か観客を見ます。普段の練習どうするの？室内とか。外を見る。遠くを見る。遠くを見て最後登る直前に手を見る。へえ。確かに遠く見てるね。そうなんか遠くを見てなんかこうふわっと自分を見て登る直前に手のひらを見て自分の心の中を見るじゃないけどっていう感じにして登ってました。なんか私はその集中力を高めたい時は、そう当日じゃなくても前日の夜くらいから準備してる。なんか例えば練習でも明日スピードでベスト更新したいなとか明日このルート登りたいなみたいな時は、もう寝る前から明日やろうみたいな感じで明日頑張るってそうもう決めて寝てでその当日の朝からもうその獲物を仕留めるみたいなもう準備に入ってる。朝起きてよし今日やろうみたいなやるぞみたいな。でご飯食べながら今日はこれをこうするためにこれを食べようとかおー今日はこの課題を登りたいからこのアップをしようとかもう逆算してる全部。なるほどね。だからなんかパッて今すぐこれやれって言われるとちょっと難しい。なんか準備がいるから。分かる。でもそういいう準備がちゃんと整ってるともうかなりの確率でう仕留められる。できる。食える。おお。俺は結構楽しみにしてる派だな。うんでもそれもさうん楽しいんだよ。前日からその明日これをやるために何をしようって逆算してそれをこなしてってその瞬間になるのが楽しい。だって池谷とレースしようみたいに言ってる時夜から楽しみだもん。ほら、ワクワクしてる。前日の夜から準備してるじゃんそれ。いや俺世界選手手権とか何ヶ月前から楽しみ。でしょ。それがなんか練習でも前日の夜から
よし明日はこれをやろうみたいな楽しみになるよね。準備をしとく。楽しむことってことですか？そうっすね。高校3年生なのですが、今から上を目指すのは遅いですか？全然。全然遅くないよね、うん18歳とか。しかも今の方がなんか教えてくれる人もいっぱいいるし、技術もいろいろ出てるからネットに。なんか子供の頃強いのと大人になってから強いのってまた違うしね。全然違う。これからです。はい。頑張れ。はい。結構スピード系の質問がいっぱい来ていて、はいトマースキップ早くするコツが知りたいです、はいはいはいマルチンサブリのやり方を教えてください。おートモアくんと池田くんのスピード講座見たいです。おー、嬉しいね。教えちゃおう。などなど。それは今度作るか。作ろうん。スピード講座スピード講座スピードじゃあ私に教えてください。任せてください。う。お任せあれ。ファンのことをどう思いますか？愛してます。大好きです。ラブ。じゃんじゃん。もう着きましたよ。つきましたか？はい。もうバックしてますよ今。よっしゃ。はいこんな感じで質問終わりにしたいと思います。たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今回はこんな感じで質問に答えていきました。またやりたいと思いますのでよろしくお願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイじゃあねー。じゃあね先に5秒台が出なくなった人の負け。今回勝者には3人分の豪華焼肉プレゼント。まあ世界チャンピオンなんでこんなところで負けられないっすよ。早っ。うわ、豪華。